こちらが既存の母屋で、向こうが白く見てるところが蔵で、単純に床面積が足りないってことがあったんで、増床しなきゃいけないっていうことと、あとは耐震性、防火性も、改善していかなきゃいけないっていう条件があって、で大家さんの方でいろいろ検討した、結果、ここのところにボリュームを足すと。で、普通の、改修と比べると結構増築の部分が多いんで、あとは既存の状態が、前の方は、耐震的にも全然その間口方向の壁が取れない。で後ろの方は結構がっちりした、構造になってるんで、それを、うまく空間的にはつなぎつつ、構造的にうまく解決する方法っていうのを考えたっていう感じですね。もともとはビルで建て替えるというような話があった中で、やっぱりこの伝統的な祇園祭のそういう施設として、こういう大通りに立つ施設としては、町屋っていうのはすごく珍しかったので、どんどんその建て替えられている中で、この町屋も積極的にそういうふうな保存をしていこうということでスタートしました。で最初はやっぱり、伝統木造なんで木造でなんとかしたいっていう要望というか、大家さん的にもそうだったし、構造としても最初そういう検討をしたんですけども、どうしてももともとある柱とか梁の断面の寸法ではなかなか難しい、あるいは壁がすごいたくさん入ってきちゃうっていうことがあって、で、単純にその他の構造を使っていったらどういう方法があるかっていうことで、鉄骨を使った場合その木と同じサイズでいけそうだという見込みがあったんで、それで、木造案と鉄骨案ということで、両方提示して、じゃあ今回はそういう材料を揃えるんじゃなくてスケールの方を揃えるっていうことがふさわしいんじゃないかっていうふうに、構造的にも、衣装的にも判断して進めていったっていう感じになります。で結構高さがあるので、ただ見えるところにはそういうスケールが大きい梁っていうのはあんまり使わない方がいいなと思ったんで、同じ一つの階でもその2段に梁をして同じサイズの 125H っていうものを使って2段の梁にすることで硬さを高めてるっていうような形になってます。それがちょうどその床にスキップフロア段差がついてるので、その段差をうまく使って、大きい梁にするんじゃなくて2段にすることで、見た目的にもそのスケールがあまり大きくならない形にして、かつ、構造的に硬くなるような工夫をしてるっていう感じですね。ここが、新しく追加された増築の部分の2階にあたります。なのでこちらに、既存の建物が見えてると、外壁が見えてると、そのままの状態で、もともと外壁だったところ、それから屋根だったところっていうのが、内部化されて、外、同じ建物の中から見れるっていう状態になってる。でこっちを見ると既存の蔵が見えるという、普通ではあんまり見えないような景色が見えてるという。なのでもともと使われてた町の人も、こういう形で自分たちが持ってた建物を見ることがなかったんで、すごい新鮮だという感じでおっしゃってましたね。やっぱりこう古いところからもともと外だったところに行けるっていうのは結構体験としては面白い。既存の建物が建ってる状態でこの鉄骨のフレーム入れないといけなかったんで、ただこの保存対象としてこういうしつらいはもちろんそうなんですけど、天井もなるべくいじらずに改修をしてほしいという条件があって、でこういう板
部分的に外してもいいんですけど、こう全体をもう屋根をこう一回解体してっていうわけじゃなくて、なるべく残した状態で工事をする必要があったんで、なので上からこう耐震フレームを入れたんじゃなくて、こう下からこういうふうに持ち上げて入れるっていう必要があって、そういう意味でこうあんまりこう一つのピースが大きすぎるとこう搬入できないっていうことがあったんで、その辺もどれぐらい開けられるかっていうことも一応こう調べてから、針のこう継ぎ手の長さとかその辺を検討して、で、建て方に挑んだっていう感じですね。なので本当にこういうふうにこう L 型になってるんで、こういうふうに入れてこういうふうに回転するような格好で入れてるんですね。でも2階にも針がついてるんで、なんかこういうふうな感じで入れてるっていう感じです。いわゆる鉄骨造って柱から少しだけ持ち出したところに豪雪継ぎ手、この上下にこうフランジが来るような継ぎ手を設けて、でこことここに継ぎ手を設けて真ん中にまたもう一回針が来るっていう感じになるんですけど、そうするとどうしてもここにこう本当に鉄骨造っていう見た目の継ぎ手が来てしまうので、それは今回は避けたいという、最初からそこはあったので、スパンが小さいってこともあって真ん中に設けると、構造力学的にはここがその曲げモーメントがゼロになるポイントなので、ここにはその上下のフランジの接合はいらないっていうことで真ん中に持ってきて、でこの継ぎ手なんですけど、接合部シンプルになるような形で実現していると。そうですね、京都で設計してると改修の仕事が多いので、本当に最初設計やり始めた時は改修の仕事はそんなに多くなくて、構造設計入るといえばやっぱり新築の仕事だというふうに思っていたので、どちらかというと改修はこうお手伝いとかアドバイスっていう感じの位置づけだったんですけど、やっぱりそのきっかけはやっぱり上さんが持ってきてくれる仕事で、これは本当に改修でちょっとこう補強すればいいっていうようなレベルではなくて、もう根本から空間の在り方も変わっているし、場合によってはそのボリュームの大きさも変わってくるとなった時に、スケルトンの部分からかなりこう、もう一回読み解いて新しいものを追加していかなきゃいけないっていうことが求められるようになって、でそうすると、まずその読み解くっていうことは大事だっていうことが出てくるんですけど、構造のレベルでも、結構その要求されるものが大きくなってきて、でそれに対応しているうちに、その改修でも新築と同じようなレベルで、新しいものが、生み出せる可能性っていうのが、見えてきたっていうことがあるかなと思います。でやっぱり改修でその、一旦建物としてはもう完了しているというか全うしているんですけども、その状態からもう本当にゼロにしてしまうんじゃなくて、そこのあるものを使って引き継いでいくと、部分的に引き継いでいくということになるので、そうすると、そのもっと外側の視点から見ると、町とか景観の視点から見るとすごくやっぱり連続的にできるし、あるいは場合によってはもともと使ってた人が、新たな世代に引き継いでいくみたいな中の部分でも引き継ぐっていうこともあると思うんですけど、そういう可能性で考えると、単なる今まではリノベーションっていうすごく中で終わっていたことが新しい風景を連続させていくみたいなことにもつながるんじゃないかなと思って、むしろその新築で一回ゼロにしてしまうものよりも可能性があるんじゃないかっていうことを、そういう改修の仕事を通して感じるようになったなという気がします。その改修ってなると100まで一旦終わってるんですけど、そこから先のことを考えるので、やっぱり自分が作る時も
その100まで作りきるんじゃなくても少し手前で、余地を残して建物を作るっていうふうにするとまた次にこう、建物が続いていく原動力になるんじゃないかなって。自分がその生きられる設計できる期間って決まってるので、その後の世代の設計する方がそれを見て、ここから先は自分たちに委ねられたんだっていうふうに思ってもらえたら、またその建物が壊されずに続いていくことができると思うので、そのちょっと未完の状態で完全にその建物その世代で終わってしまうんじゃないっていうものを良しとする価値観みたいなものは結構大事なんじゃないかなっていうふうに感じるようになりましたね。なのであまり気負わなくてもいいというか、本当に0から100までを作るみたいなものが建築家の仕事っていうよりは、そこをつないでいくための仕組みだとか、未完でもその次につなげていくためのものを一旦仮に作るみたいなイメージで建物を設計するっていうこともあるんじゃないかなと。その時にやっぱり構造が結構構造体レベルでもそういうことを意識して作っておくと、そういう更新される部分と残すべきものみたいなものが結構コントロールができるので、そういうところでも貢献できる可能性があるなと。すごくその現場に入ってからよく言うんですけど、もう全く構造的に効いてない雑壁用の間柱とか、言ったら下が支えられてないような柱でも、最近のその木造の作り方、材料木造の作り方だともうプレカットであらかじめ入れてしまった方が現場的にも簡単なので、ほぞとかを切って入れるような感じで入っちゃうんですけど、そうすると構造材と全然差がないような寸法的にも差がないし、構造図には全く入ってないんだけども、そういうよくわからない要素が、構造的にですけども入ってきてしまうとすごく気になっちゃうんですよ。なのでそういう時は本当に申し訳ないですけど、取っていただけますかっていうふうにお願いすることもあるんですよね。なのでそれで、次に回収することをイメージして設計してるんですけど、やっぱりほぞが入ってるかどうかでそれが構造材だったかどうかみたいなことが分かるので、もしそれが非構造部材であれば、後から取り付ける形で入れておいて、次に設計する人がもうすぐ取れるような状態であればすごく分かりやすいんですよね。だから僕が描いてる構造図ってものすごいシンプルなんですよ。もう本当に構造でいるものだけを描いて、それ以外の間仕切りとか意匠的に出てくる部材はなるべく描かないようにしていて、それでまずこちらの意思を、これが最低限いる構造部材です、でここをしっかり作ってくれさえすれば、あとはもういつ入れ替えてもいい状態なんで、っていう状態でいくと、それ以外のところは全部簡単に更新していけるというふうな、お施主さんに対する説明書でもあるかなと。これ以外のところはもう自由に DIY で書いてもらってもいいですよっていうような、そういうものとして構造図を書いてるっていうところはあります。なのですごく構造材と非構造材っていうのを意識して書いて、もし書かざるを得ないんだったらもうちゃんと非構造材だというふうに分かるように書くようにしてるというところはあるかなと。ただそこがちょっとでも差があるように作っていくと、建築的にもやっぱ違うんですよね。もう気づく人は気づくし、空間的にもちょっとやっぱり若干そういうサイズが105と90っていうだけでも全然違うので、そこはこだわってしまいますね。だから本当にこの構造模型を作った時に空間がこうだと、まずそのオリジナルの空間のあり方がこうで、そこから別にお施主さんが好きなようにもちろん住んでもらっていいんですけど、あるいは間仕切り足したりとか、だからそれを提示するみたいなことっていうのは結構強く意識してるっていうことはあるかなと思います。どの
住宅でもなるべくその型みたいなものがあるように、その置かれてる敷地の条件から、それは都市なのか田舎なのかとか、敷地の形状とか、そういうなんていうかこう、もう森の中に作るんだったらまた全然違う形になりますし、そういう特殊な条件をなるべくこう普遍的なものとして捉えて、今回の答えとして出していくっていうことに、構造がやっぱりどんどん関わっていけんじゃないかなっていうふうには思っているっていう感じですね。改修を通してやっぱりそういうことを考えていかなきゃいけないなと、新築で考える時もその世代で終わるってことじゃなくて、本当に少なくとも次の世代のことを考えて用意してあげるということが、お施主さんにとってもいいんじゃないかなというふうに思うようになりましたね。なので本当に限定的に例えば子供部屋を作るって言った時に、それが本当にいつまで使われるのかみたいなことはなんか逆にこっちから聞いたりしますよね。だからまずは空間として用意するっていうのが大事なんじゃないかっていうふうに、それは建築家の方と一緒に共有して、でその上でじゃあ今回はここを子供部屋にするとか、そういう分けた使い方をするとか、名前をつけるというよりはその空間、質の違う空間を作るっていうレベルの少し抽象的な名前の付け方にしておいた方がやっぱ持ちがいいというか、構造の強さってもちろん強度は当然なんですけど、構造体がずっと時間軸上でなるべく長く使ってもらうみたいなこと、そういう意味での強さみたいなことも考えていけるんじゃないかなと思って、そういう意味での強さっていうのは結構意識してるかなという。その時に強くするっていうのは単に太くするっていう意味、強さ、耐久性っていう意味じゃなくて、それが次に使われた時に残されていく、きちんとした形で残されていく、あるいはだから使い手が変わった時に、この家まだ使えるかもね自分たちでもっていうような状態に用意しておくのが建物総体としての強さにもなるしっていう、寸法の整理することで生まれる強さみたいなことが出て生み出せるんじゃないかなっていうのはなんとなく感じている